主チャンネルです。今回は異次元とつながる本。著者はケルマデックさん。早速異次元へ行ってみましょう。つい先日、私の講座に来られた女性が語ってくれた話。その女性は最近、出雲のとある神社にお参りに行ったそうだ。そこでは修復作業が行われており、3人の宮大工さんが境内で熱心に仕事をしていた。ふと見上げると、なんと巨大な人が立っていた。身の丈3メートルはあるかと思われる異形の人がそこにいたのである。彼女は思わず宮大工の一人に話しかけた。あれは何ですか？ああ、神様だよ。わしらの仕事を見守っておられるんでしょうな。彼女は妙に納得したそうである。その後、宮大工さんと他愛のない話をして、それでは失礼します。そう言って別れたそうである。後日、何かおかしいなと感じた彼女は、再びその神社を訪れた。あの巨大な異形の人はいなかった。宮司さんに宮大工さんのことを尋ねたら、今年はまだ宮大工は来ていないとのことだった。この世界にはわからないことがたくさんある。この神社のケースはその一つ。古からの言い伝えがある場所や禁断の場所、神聖な場所は異次元につながるゲートなのかもしれない。この異次元のゲートは様々な場所にあり、そこでは多様な超常現象が起こるのです。超常現象研究家のジョン・キールさんは、異次元ゲートのことをウィンドウと呼んでいます。彼が調査した有名なウィンドウは、1960年代に発生したポイント・プレザントのケースです。有名なモスマン事件です。1966年11月、アメリカ・ウエストバージニア州ポイント・プレザントで、ドライブしていた若者たちが羽を持った怪物に追いかけられるという事件が起こったのです。若者たちが必死で車を走らせて逃げたら、怪物は空を飛んで近づいてきたそうです。この怪物はモスマンと名付けられました。翻訳すると蛾の人間です。そしてこの事件を皮切りにモスマンを目撃する人が続出し始めたのです。奇妙なことにモスマンに遭遇した人たちの中には、謎の存在からテレパシーをキャッチしたり、メッセージを受け取ったり、奇妙な出来事を体験する人がたくさんいたのです。そして1967年12月、ポイントプレザントにあるシルバーブリッジという橋が崩壊しました。多くの犠牲者が出たその日を境に、モスマンの目撃はなくなったのです。日本でも1970年7月から広島の比婆山付近で謎の怪物が目撃される事件が続出しました。この怪物は巨大な猿のような姿でヒバゴンと名付けられました。さらに比婆山の和尚さんが謎のテレパシーをキャッチするようになり、当時放送されていたテレビ番組 11PM に出演したのです。そして1974年10月を最後にヒバゴンの目撃はなくなりました。このヒバゴンとモスマンには実は多くの共通点があります。例えばモスマン事件の現場の近くにはネイティブアメリカンたちが禁断の地として決して近寄らない謎の古代遺跡があるのです。そして比婆山近くにも超古代遺跡アシュタケ山ピラミッドがあります。
両方とも数万年前のものだと推測されています。実はこのモスマンというネーミングですが、キリスト教の宗教画では天使は羽を持った存在として描かれています。しかし、時代をもっと遡ると、天使とはもともと蛾の羽を持った存在だと言われています。イスラム教の聖典にはジーブリール、ユダヤ教の聖典にはガブリエルという天使が登場します。実はこの2者は同じ存在なのです。イエス・キリストが身ごもったことをマリアに告げたのもガブリエル。このモスマンは天使だったのかもしれません。そして日本の比婆山ですが、ご存知の日本神話に登場するイザナミの遺体が埋葬されているという伝承があります。つまり、黄泉の国へのゲートです。イザナギとイザナミは、この世界を作り出した夫婦の神様です。しかしイザナミは、火の神を生んだ時に焼け死んでしまいます。嘆き悲しんだイザナギは、イザナミを迎えに黄泉の国へ行ったのです。そこには世にも恐ろしい光景がありました。イザナミの体からはたくさんの蛆が湧き出ていたのです。イザナギは驚いて一目散に逃げ出しました。イザナミは怒り、イザナギを捕まえるためしこめに追いかけさせました。イザナギは必死に逃げ、ついに黄泉の国を脱出しました。イザナギが黄泉の国の入り口を岩で塞ぐと、イザナミは呪いの言葉を叫びました。これから生まれる地上の人間を、私は毎日1000人殺します。この呪いの言葉に対して、イザナギはこう答えたのでした。私は毎日1500人の人間が生まれるようにしよう。聖書では、地上初の人類はアダムとイブとなっています。しかし、別の書物では、初めに登場した人間は、アダムとリリスという女性と記されています。イブは2番目の奥さんなのです。ではリリスはどうなったのか。リリスはアダムと別れた後、魔界の女王になり、魔物の子供を次々に生み出すのです。神はリリスにアダムのところへ戻るように説得しました。しかし、リリスは拒みました。そこで神は、毎日100人の子供を殺すぞ、と言いました。リリスは、毎日それ以上の子供を産む、とそれぞれ宣言するのです。もうあなたにはお分かりかと思いますが、これはイザナミとイザナギの話の変形なのです。つまり、数万年前、この地球には神々の時代とも言える巨大な文明があったのです。それらの異次元ゲートは今でも機能しているのです。比婆山付近では今でも時空が歪んでいるとしか思えない奇妙な体験をする人が多いのです。私の友人が比婆山のとある場所で車を止めました。なぜか近くにボロボロの幼稚園バスが放置されていたそうです。友人は少し眠くなり、車で仮眠してから会社に帰ると大騒ぎになっていました。なんと友人は行方不明になったということになっていたのです。たった数時間の仮眠と思っていたのですが、実際には3日も経っていたのです。他にも、ある警察官がこんな報告をしてくれました。彼の娘さんが友人と一緒に車でコンサートに出かけた時のこと。鳥取県の米子から広島へ片道4時間の道のりだったのですが、娘さんたちは
意外に早く帰ってきたそうです。いや、意外どころか、異常に早い帰りだったのです。そこで、帰ってきた娘さんに、つい職務質問のように、いろいろ聞いたそうです。コンサートはいつ終わったのか、広島を出発したのは何時か、どのようなルートをたどって帰ってきたのか。娘さんから聞いた結果、コンサートは夜の9時に終了。それから1時間弱、食事をしてから車で移動。比婆山付近で国道 A 号に入り、11時半に帰宅。つまり、帰宅に要した時間は約2時間。娘さんたちは通常4時間かかるところを半分の時間で帰ってきたことになります。そして驚いたことに、娘さんが通ったという国道 A 号は比婆山付近にはないのです。実際には富山県にあります。比婆山近くでは同じような体験をした人がたくさんいます。とある女性も比婆山付近を車で通ったとき、怪しい現象に遭遇しました。彼女は会社を経営しておられ、広島へ仕事に行った帰り道、比婆山付近を通ったのです。近道をしようかと思い、農道を通ったのですが、辺りの景色がどんどんセピア色になっていくというのです。はじめは気のせいかと思ったのですが、明らかに色が変化していったそうです。ふと見ると、田んぼで農作業をしているお年寄りたちが立ったまま、じーっとこちらを見つめていました。なんだか怖くなり、さらに車を走らせました。風景のセピア色の度合いはどんどん深くなっていくのです。そしてやはりお年寄りたちが立ったままこちらを見ていました。このままではまずい。彼女は方向転換し、元来た道を夢中で引き返したそうです。必死に走り続けると、だんだん風景のセピア色の度合いは薄くなり、元の世界の風景が戻ってきたそうです。後日、彼女は息子と一緒にもう一度その付近を通りました。しかし、その農道は確認できなかったということです。比婆山は、イザナミの遺体が葬られた、あの世とこの世の境界なのです。この境界は、私たちの日常生活に様々な形で参入してくるのです。宮崎駿監督のアニメ、崖の上のポニョでは、この世とあの世をつなぐ境界として、トンネルが登場します。千と千尋の神隠しでも同じ場面があります。橋やトンネル、道路、階段、エレベーター、病院などは、あの世とこの世の境界として機能します。これらはすべて異次元ゲートなのです。異次元ゲートの真実。強力な異次元ゲートである可能性が高い場所は、イザナミにまつわる神社や土地なのです。そして不思議なことに、そのような場所では UFO がよく目撃されています。あなたは鳥取県にある廿日山という山をご存知でしょうか。イザナミが最終的に葬られたと言われている山です。やはりここでも UFO が多数目撃されています。この他にもイザナミが葬られたと伝えられる山はいくつかあります。いずれも異次元ゲートになっています。そしてこの異次元ゲートにはとある特徴があります。異次元世界の特徴の一つは異常な雰囲気ということです。私の友人が廿日山に向かったところ、何かがおかしかったそうです。車で行けども目的地に着く気配がない。そして車のナビもスマホも
調子が悪くなり、どんどん狭い森の中へ入っていくようです。そうするうちに、だだっ広い空間に出たそうです。友人は気持ち悪い場所だな、と思いました。民家はあるけど、異常なくらいに静かで、人の気配が全くない。普段の生活とは違う、異質な世界だと感じたそうです。早くここから逃げなきゃ、友人はふとそう思い戻ってきたそうです。このように、昔から不思議な伝承があったり、UFO の目撃が多発したりする場所、また、イザナミなどの神を祀っている場所は、異次元ゲートである可能性が高いです。そこを訪れると、この世界に対する認識が広まります。その結果、日常という枠組みから解放され、今まで体験したことがない様々な可能性が人生に現れてくると言います。人は無意識のうちに自分を制限された枠組みの中に閉じ込めてしまいます。その間は毎日同じことの繰り返し状態になるのです。異次元ゲートを訪れて制限された世界から脱出してみてはいかがでしょうか。ある女性は異次元ゲートを訪れた後、辛くてたまらなかった仕事を突然退職して、やったことのない海外一人旅を行いました。そして現地で知り合った人からアロマオイルを輸入し、ビジネスをスタートし、今では大成功しています。また別の女性は野菜を栽培し始めたそうです。以前から興味はあったけど、なかなか実行できなかったそうです。その作業に夢中になった彼女は、ついに勤めを辞めて農園を始め、今では生き生きとした毎日を過ごしています。さらにもう一人の女性は、突然すごくモテるようになり、複数の男性から告白されたと言います。彼女はこう言いました。人生28年目で初めて男性から好きだって言われました。彼女たちに共通しているのは、人生が楽しくなったということです。ここで異次元ゲートを訪れる際の注意事項を4つご紹介します。1つ、何しろ異次元です。行く場合は何人かで行動するようにしてください。2つ目、パワースポットと呼ばれる場所や聖地、不思議な伝承や伝説のある場所を選んでいってください。3つ目、いわゆる心霊スポット、また事件や事故があった場所は避けるようにしましょう。4つ目、出かけるとき、家族や友人に異次元ゲートを行ってきますと言ったら心配されます。いつも通り行き先を告げるだけにしておきましょう。新しい世界の扉を開いたら、2020年2月、新型コロナウイルスのパンデミックにより、世界のあちこちで不安とパニックが発生しました。ネットでは様々な情報が飛び交い、人々は混乱していました。そんな中で、アマビエ様の絵を描く人が急増したのです。このアマビエは海に住む妖怪で、江戸時代、熊本で目撃されたそうです。その時アマビエ様はこう言ったそうです。疫病が流行ったら、私の姿を絵に描いたものを人々に見せなさい。新型コロナウイルスが流行り出した当時、不確実な情報によって不安な状態が続いています。このような時、人の心を動かすのは理屈ではありません。目で見ることができない無意識の領域が関係する部分は理屈では動きません。以前、脳腫瘍を患うある少年が自分がスターウォーズの戦闘機に乗って癌細胞を攻撃するイマジネーションを描き続けました。そして脳腫瘍は消滅したのです。
この事例は世界的に有名になりました。このように理論や理屈ではないイマジネーションやファンタジーこそが無意識の領域を動かします。ですから冗談抜きでアマビエ様は現実世界に影響すると私は考えています。特に古来より日本人は妖怪などの超自然的な存在を生活の中に認識してきました。近代的な価値観が普及しようとも、妖怪は私たちの無意識の領域に存在しているのです。私たち日本人の脳は日本語の特徴である純粋母音言語の影響によって論理的に考えながらも自然的なものを受け入れることができる目に見えるものと見えないものが調和した構造となっているのです。この構造は妖怪のような超自然的な存在を受け入れる柔軟さを持つ日本人の和の精神を作り出しています。そしてこの柔軟さが日本人特有の感受性の豊かさにつながっているのです。よく考えると私たちの生活はスピリチュアルに満ちています。キリストもブッダも宇宙人も妖怪も幽霊も神々もすべて受け入れています。その点で日本人は世界的に稀な存在なのです。人間は物語がないと生きられません。ファンタジーやスピリチュアルな世界は人間が生きるために必要な物語なのです。それらの世界では生きることと死ぬことは同じ価値を持っています。生きるというのは個人の意識だけで完結してしまうものではありません。死ぬこともひっくるめて世界すべての存在と紡ぎ合っていく物語なのです。